皆さんこんにちは。学習通路のありかのパチです。今回は私の最推しゲームであるサイバーパンク2077、その街並みを紹介します。第1弾はここ、ワトソン地区のリトルチャイナです。B の最初の部屋があることから、皆さんにとっても馴染み深い場所ではないでしょうか。ワトソンはナイトシティで最も貧しい地区の一つです。それなのに、リトルチャイナには人が集まり、街は活気に満ちています。なぜこの街はこんなにも人を引きつけるのでしょうか。今回はワトソンの失敗がリトルチャイナの魅力を生んだをテーマに、その魅力の要因に迫っていきます。失敗が魅力を生むとはどういうことなのでしょうか。動画の前半ではリトルチャイナの名所をめぐり、後半では街の成り立ちの謎に迫ります。それでは始めましょう。まずはリトルチャイナを代表する名所を紹介します。最初にやってきたのは、リトルチャイナの中心ともいえるアームランド通りです。ここは住民たちの生活を支える、まるで巨大な屋台村のような場所です。料理はもちろん、服や雑貨、日用品、レコード、さらにはおぞましい新種の性感染症まで、この細い路地だけで生活に関わるありとあらゆるものが手に入ります。アームランド通りは、どこか闇市のようなアングラ感が漂っていますが、人の往来は絶えず、驚くほど活気があります。それもそのはず、アームランド通りには、実は入り口が5つもあります。トムズダイナーがあるブラッドベリ通り、リトルチャイナのメインストリートであるエリソン通り、エリソン通り西側を平行に走るファーガソン通り、アームランド通りの地下を走るエウロス通り、そして最後にブラン通り。まるで異なる生活圏が一つの路地に吸い寄せられるように収束しています。行き交う人の服装を見ると低所得者層が多い印象ですが、時には荒坂の社員らしき人物も見かけます。子供からホームレス、コーポの社員まで訪れる階層のミックス感こそが、リトルチャイナらしい雑多な魅力を生んでいるのかもしれません。続いては B も大変お世話になったビクターの診療所です。アームランド通りの裏路地にあります。リトルチャイナには大規模な医療センターがありますが、運営しているのはあのトラウマチーム。確かにサービスは最高峰ですが、料金も桁外れで、ほとんどの住民には縁がありません。この地域で本当に頼れるリパードクといえば、この腐った町に残る最後の両親、リクくらいなのです。サイバーウェアの修理から治療、さらには緊急手術まで、ナイトシティで生き延びるための体のメンテナンスのほとんどを一人で担っています。しかもビクは、ナイトシティではかなり珍しい、金より人情で動くタイプ。B に対しては、高級なキロシでさえ後払いでいいと、切符の良さを見せつけます。この町の住民にとって、最も身近で、最も信頼できるリパードクなのです。続いて向かったのは、H 店メガビルディング。最大で12万8000人が住める超巨大マンションで、建物そのものが一つの都市のようになっています。ビルに入るとまず目に入るのが1階に広がる屋台エリア。集合住宅とは思えない光景で、食事だけではなく雑貨も手に入ります。その味はご近所の NCPD の職員が食べに来るほど。後ろ暗い過去を持つ住民にとっては嬉しくない状況です。上層フロアにはガンショップ、ジム、飲食店、自販機コーナーがあり、生活に必要な機能がほぼ全部揃っています。建物全体が巨大な吹き抜け構造になっていて、下を覗くとたくさんの人が歩いているのが見えます。薄暗くてゴミの散乱した廊下から一転、B の部屋に入るとガラッと印象が変わります。広い室内。シャワートイレ別。しかもトイレにはトイレットペーパーの代わりに3枚の貝殻が置かれているという遊び心も。窓からは歌舞伎の高層ビル群が一望できます。極めつけは部屋の中に自販機があり、食べ物や飲み物、ドラッグから大人のおもちゃまで何でも買えてしまいます。引きこもりにとっては天国のような居心地のいい部屋と、ビルの中だけで生活が完結する便利さから、何年もビルの外へ出ていない住民も多いそうです。さらに、このビルは駐車場が高速道路と直結しているためアクセスも良く、アームランド通りへも徒歩で行ける距離。リトルチャイナに住むなら、ここはかなりおすすめの物件です。夜、リトルチャイナは昼間とは全く違う表情を見せます。ここからは夜の街としての魅力を見ていきましょう。再びアームランド通りへ戻ってきました。
欲求不満な男女がまるで光に集まる蛾のようにネオンに引き寄せられているのがここ、西風俗店のゴモラです。店頭には男女のキャストがネオンに照らされながら戦場的なダンスを披露しています。このキャストは時間帯によって入れ替わるようなので、目当てのキャストが出勤しているかどうか、外からでも一目でわかりますね。入り口横の自販機では競争薬が買えるので、持参し忘れても安心です。入り口にはバウンサーが立っていて、入店する客をチェックしていますが、残念ながら B には入場資格がないようです。リトルチャイナ以外でもワイドオープンという挑発的なキャッチコピーの看板が見られるあたり、ゴモラがそこそこ有名な風俗店であることが伺えます。続いて向かうのはナイトシティで人気のクラブライオット。アームランド通りのファーガソン通り側の出口から南へ進むと長い行列が見えてきます。過去にはビジー・ビジーといった有名アーティストもこのステージに立ってきた一流クラブです。生体スキャンを受けて中に入ると、そこは重低音が響く本格的なナイトクラブです。どうやら2人組ユニットプライベートプレスがイベントを行っているようです。ノリノリのジョニーと一緒に記念撮影しておきましょう。はい、人工チーズ。フロアでは日頃の鬱憤を忘れ、音楽に身を委ねて踊る人々の姿。DJ ブースではミスターキッパーがビートを刻み、会場を盛り上げています。2階にはバーもあり、音楽を聴きながらアルコールや軽食が楽しめます。流行りの曲や DJ バトル、豪華スターのライブが見たいなら、ライオットはうってつけの場所です。そして、この街で忘れてはならないのは、言わずと知れたアフターライフです。ナイトシティで歩むべき道は、アフターライフへ続く道のみ、という有名な言葉が示す通り、ナイトシティの中でも、この店は特別な存在です。アフターライフは名のある傭兵やトップレベルのフィクサーが集い、仕事をまとめ情報を交換する、いわばナイトシティの地下社会の中枢のような店です。アフターライフを訪れたら、ぜひ特別なカクテルを味わってみてください。ここでは派手にくたばった伝説のエッジランナーたちの名前をカクテルにつけるという粋な伝統があるのです。ただお酒を飲むのではなく、ナイトシティの歴史を飲む、そんな体験ができる場所です。ただし、アフターライフの扉は誰にでも開かれるわけではありません。ここに入るには実績が必要です。まだその資格を持たないのであれば、まずはこの街で腕を磨き、フィクサーからの信頼を勝ち取るところから始めましょう。ここまでリトルチャイナの街並みを見てきました。ここで改めて今回のテーマを確認しておきましょう。ワトソンの失敗がリトルチャイナの魅力を生んだ。このパートではそのワトソンの失敗について深掘りしていきます。向かったのは、ワトソンの失敗が最もわかりやすく残っている場所、北工業地区です。かつては数千人が働いていた巨大な工業地帯ですが、今では見ての通り、ほとんどが廃墟のまま放置されています。北に行くにつれて、人の往来も少なくなっていくようです。なぜ北工業地区はこんな惨状になってしまったのでしょうか。結論から言うと、ワトソンで起きた都市計画の失敗が原因でした。ワトソンはもともとナイトシティの第二の中心地として期待されていた場所です。複数の日本企業が超高層ビル、医療センター、そして北工業地区に巨額の投資を行い、未来の繁栄を担う地区として大きな計画が進められていました。今の姿からは信じられませんが、ワトソンは成功が約束された街だったのです。ところが統一戦争後、荒坂がナイトシティに復帰したことで状況は一変します。荒坂はライバル企業を徹底的に排除し、ワトソンに投資していた企業は全て撤退。結果、街の開発は途中で凍結され、未完成のビルや放置されたインフラだけが残されました。日本企業が撤退したことで、北工業地区の工場は一斉に閉鎖されます。大量失業が発生し、地区全体が急速に衰退していきます。今では多くの建物が廃墟となり、メイルストロームのアジトや違法 BD スタジオとして使われる始末。ここはワトソンの失敗を象徴する負の遺産となってしまったのです。ここまでがワトソンの失敗の全体像です。では、この失敗がなぜリトルチャイナの魅力につながっていくのか。次のパートではその因果関係を紐解いていきます。ワトソンへの投資企業の撤退により、ワトソンには次のような3つの空白が生まれます。
一つ目は産業の空白です。投資撤退の影響で北工業地区の工場は次々に閉鎖。かつて数千人が働いていた工場地帯は完全な産業の空白地帯になりました。二つ目は空間の空白です。開発が途中で止まり仕上がらなかった高層ビル、放置された土地、壊れたインフラ、こうした使われない空間が大量に残されました。そして三つ目は管理の空白です。企業が去り、行政の監視や規制も行き届かなくなった結果、治安維持、清掃、条例、倫理規定といったあらゆる管理が機能しない無秩序状態が生まれました。3つの空白が重なった結果、ワトソンの地価は暴落します。もうこの地区に未来はないと判断されてしまったのです。しかしこれが思わぬ方向で街を変えていきます。まず、地価の暴落により家賃が一気に下がったことで、ナイトシティの他の地区には住めなかった中国系移民や低所得の労働者がワトソンへ大量に流入します。しかし、リトルチャイナに仕事はほとんど残っていません。そのため、住民は自分たちの手で生活手段を作り出す必要がありました。未利用地が多いこと、監視が緩いこと、これらの条件が揃ったことで、住民は路地を利用して屋台を出し始めます。これにより、食料、服、日用品などが非常に安価で提供されるようになりました。その結果、今のアームランド通りのような安くて無秩序で活気のある屋台村が自然発生的に形成されていったのです。そして空白だらけになったワトソンではもう一つ大きな変化が生まれます。それが代替インフラの誕生です。まず医療です。ワトソンには企業運営の医療センターがありますが、トラウマチームによる超高額医療は貧困化した住民には全く手が届きません。ここで頼れるのはビクターの診療所、サイバーウェアの修理から治療まで引き受け、しかも金より人情で動いてくれます。企業医療が崩れた代わりに、ビクはこの街で最も信頼できる非公式の医療インフラになっていきました。人口が急増したリトルチャイナで、住居としての役割を果たしたのが H10 メガビルディングです。そもそもが高密度な都市生活を想定して作られていたため、移民が流れ込む状況にうまく対応できました。さらに治安悪化により外出せずにビルの中で生活が完結する環境が求められるようになります。そこで飲食・娯楽のための店舗が H10 内部に集まり、屋台文化が内部にまで流入したことで H10 はより生活に根ざしたインフラへと進化していきました。そしてもう一つ、ワトソンの空白が予想外の形で街を変えていきます。それが夜の文化の発展です。ワトソンでは企業による統治が崩れ、行政の監視も行き届かなくなりました。その結果、性風俗店やナイトクラブの運営も容易になったと考えられます。この機会に乗じて、ゴモラやライオットといった人気店が台頭してきます。さらに、昼間の産業が失われたことで、住民たちは新しい収入源を探す必要に迫られていました。そこで参入障壁が低い夜の娯楽産業へ職を求める人が増えていったのです。一方で住民の側にも変化が生まれます。貧困、ストレス、暴力。日常があまりにも厳しいからこそ、人々は現実逃避や快楽を求めるようになります。その結果、ゴモラやライオットはアクセスしやすく、強烈な刺激を得られる解放の場として機能するようになりました。こうしてワトソンの3つの空白が夜の文化という形でつながり、リトルチャイナ特有のナイトライフを育て上げていったのです。そして最後にアフターライフです。かつてアフターライフはシティセンターのど真ん中にありました。しかし再開発による地価の高騰、そして企業による規制強化によって立ち退きを余儀なくされてしまいます。その時、ローグが目をつけた移転先がこのリトルチャイナでした。ワトソンでは企業の撤退によって地価が暴落、未利用地が残され空白となったエリアが広がっていました。しかも監視は緩く、規制もほとんど機能していません。エッジランナーたちにとっては都合のいい環境だったのです。治安が悪いという点ですら、裏社会の仕事が湧きやすいという意味では利点になります。そうした理由から、ローグはこのリトルチャイナを新たな拠点に選んだのでしょう。その結果、アフターライフはリトルチャイナの象徴的な存在になりました。
これまで見てきたリトルチャイナの魅力である屋台の活気も夜の街の発展も、そのすべては失敗の後に残った空白から生まれたものでした。もしワトソンの再開発が計画通りに進み、企業が街をきれいに管理していたとしたら、屋台がここまで広がることも、ライオットやゴモラに代表される夜の文化が育つことも、アフターライフが象徴的な場所となることもきっとありませんでした。つまり、ワトソンが失敗しなければ、今、私たちが魅力を感じるこの姿には、決してならなかったのです。貧しい地区と言われるリトルチャイナ。けれど、ここに漂う食べ物の匂い、ネオンサインの光、ひしめき合う小さな店や路地の熱気。その雑多な魅力こそが多くの人を強く引きつけているのです。このチャンネルでは、今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価、そしてハイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。